ドラマの作品の中で女装している韓国俳優って結構いますよね。そして、その完成度が高く、なんだったら女性よりも綺麗という方も、ベースが男前で整っているのだから、そんなことは当たり前、と言われるかもしれませんが、それでもどんな風に変身しているのか気になりませんか？今回は、女装があまりにも綺麗、可愛いと話題になった俳優をご紹介していきます。ドラマで女装を披露した韓国俳優。イケメン俳優の女装姿を厳選して10人ご紹介していきます。韓国の男性は兵役があるので、体格がしっかりしている方が多いですよね。ドラマ内でも、体格がよくわかるシャワーシーンが多々出てきて、韓国ドラマあるあると言ってもいいほど、私もよく見かけました。そんな、がたいの良さをも隠せるほど、しなやかな体つきまで女性に似せた韓国芸能人の女装をどうぞご覧ください。チチャンウク。アジア貴公子として、視聴者を虜にしているチチャンウクさん。笑って、トンヘ、ヒーラー、怪しいパートナーなどに出演しています。かっこいい役どころを演じられていることが多いイメージですが、作品のためなら女装も可能だと、プロ意識が高い俳優さんです。そんな彼が女装をした作品は、僕らのイケメン聖火店。集まった市民に、果物の良さを特別な形で宣伝するというシーンでの女装で、魔女に扮して女装されています。大変美しいですね。クール系美女といったところでしょうか。ロングヘアが似合っています。放送当時女性よりも綺麗だと話題になりました。本人も完成度に満足していると語っています。ユスンホ。子役時代から着々とキャリアを積んできているユスンホさん。プロポーズ大作戦、リメンバーなどに出演している彼ですが、映画、キム・ソンダルにて女装に扮しているシーンがありました。ユスンホさんは、この作品の中で騙すためなら何でもする詐欺師を講演。女装した感想を制作会見にて語っていたのですが、子供の頃からかっこいいよりも綺麗だとよく言われてきたらしく、女装をしたら絶対に綺麗になるだろうと自信があったんだとか。ですが、大人になるにつれて、凛々しくなった目や濃い眉毛、広くなった肩幅により、思っていたほど綺麗にはならなかったそう。しかし、世間からの評価は高く、ユスンホさんの女装、綺麗とコメントしている人も多かったです。キム・ナムギル、維新伝心、脈あり、恋ありのようなラブコメから、尊読上右の時代劇まで、幅広いジャンルの作品をこなしているキム・ナムギルさん。尊読上右では瞬間最高視聴率 49.9% を記録し、大ヒット。そんな彼が女性に扮したのは、ドラマ熱血司祭。偽装潜入のために女装をしていました。その完成度は高く、アイラインや真っ赤なリップでメイクアップしたお顔、サラサラのロングヘアとミニスカートから見える曲線美も披露。その美しさに視聴者を驚かせました。髪の毛をかき上げたり、ぷいっと顔を背けたりと、女性の仕草まで真似ていたことで、より一層完成度が高くなっていたようです。さすが俳優さんですね。女性の仕草もよく研究されていたのでしょうか。歩き方なども完璧です。ソンヒョク。私はチャンボリで注目を集め、シングルワイフや100年の花嫁などに出演されました。ソンヒョクさんが女装をされたドラマは、バユギで、冬将軍と夏仙女の一人二役を演じました。この役を演じるために、7から8kg減量。夏仙女を演じる際には、色っぽくセクシーに映るよう、声のトーンから仕草までも女性らしくなるよう努力したそうですよ。スタイルもいかにして女性に見えるように近づけるかスタイリストと考え、自身が最も女性らしく見えるラップワンピースをイテウォンで選んで買ったんだとか。ただ、顔のひげには限界があり、男性らしさは残ってしまったそう。足の毛はワックス脱毛し、滑らかな美脚へと変身もさせたそうです。
一つの役に対して真摯に向き合っている姿勢や研究熱心なところ、プロ意識が強いですね。チソン。イシヨハン、秘密、知ってるワイフなどに出演していたチソンさん。その演技力の高さから、キルミー・ヒールミーでは多重人格者を演じられていました。その数1人7役。7人もの人格を演じていたら、1人ぐらいは同じ人に見えてしまうのではないかと思いながら私も見ていましたが、7人別の人が演じているような違いがありました。ストーリーが進むにつれて、もはやその人格の人にしか見えない。というぐらい、仕草、表情、声のトーンも分けて熱演。女装をされていたのは、このドラマの作中に出てくる女子高校生のアン・ヨナという人格の時、ヨナが出てくるシーンでは、制服を着て、頭にリボンをつけ、口紅も塗っています。写真だけ見たら、ただの女装をしたチソンさんなのですが、ドラマの中で見てみると、ヨナにしか見えません。世間では可愛すぎる、とコメントが相次ぎ、撮影時にヨナが使用していたリップが売り切れになったんだとか。ヨナ効果恐れるべしですね。ちなみに、ドラマニューハートでも、忘年会の出し物の設定で少しだけ女装されていますよ。ユンギュンさん。ユンギュンサンさんは、逆賊、民の英雄本ギルドンで女装をし、話題となりました。ピノキオ、君を愛した時間などにも出演し、優れた演技力を発揮していましたが、本作でも検問を避けるため、女装を回避するシーンで女性に変身。192センチメートルもある身長はさすがに隠しきれていませんでしたが、できるだけ肩を丸くし、少しかがんで女性らしく見せようとしていました。あまり語らず、表情で女性らしさを感じさせる演技ですよ。長身男性の女装は何かと話題になることも多いようで、ユンギュンサンさんも話題に上がっていました。女装姿に笑顔になった視聴者も多かったようです。チャンドニユン。チャンドニユンさんは韓国俳優の中で最も女装が似合うのではないかと話題になりました。それもそのはず。彼の女装姿を見たらわかるかと思いますが、黒髪清楚系美人で本当にいそうじゃないですか。とても女性姿が似合います。彼が女装したドラマは、ノドゥクデンに出演した時、男子禁制の女性ばかりの村へ潜入することになり、女装をされていました。とても馴染んでいますね。美しいです。ドラマ自体はウェブ漫画が原作のようですが、めっちゃ面白かった。久しぶりに刺激にはまりましたというコメントや、チャンドニユンの女装が可愛くてずっと見ていられるといった評価が上がっていました。本人も自然に女性らしく見えるように、メイクアップは最低限にしてナチュラルさを優先したそうですよ。キム・ミンソク。ドラマステージ2019-5にて女装をしたキム・ミンソクさんはこちらです。キム・ミンソクと調べると総勢20名くらいヒットするのですが、太陽の末裔に出演していた方です。金髪ロングヘアのセクシーな女性へと変身されていますね。太陽の末裔では軍人役でしたので、その男らしい姿と打って変わって、かなりの美人になっています。視聴者からも綺麗すぎる、とコメントが相次ぐほど、その変貌ぶりに惹かれた方が多かったようです。チェウシク。パラサイト、半地下の家族や、その年、私たちは、などに出演しているチェウシクさん。パラサイトでは、半地下に住む家族のうち、兄役を演じられていました。男性的な一面しか知らなかったので、女装されている姿は衝撃でした。そんな彼が女性に扮したのは、ドラマ、チャクペの時。劇中では、堂々と女性を演じていて、やはり、演技も含め目を見張るものがありました。この作品で彼はキドン役を演じており、希望に売られたドンニョ、ハンジヘさんを救うために女性になりすますことに。チャクペは時代劇でしたので装いが正装ですが、現代の女装姿もいつかは見てみたいですね。パクボゴム。
2022年2月に除隊され、ファンにとっては待ちに待った日がようやく来て嬉しく思っている人も多いでしょう。パク・ボゴムさんの知名度が一気に上がった作品は、人気ドラマシリーズ応答せよ1998への出演がきっかけ。また、歌手活動をされるなど多方面で活躍されているイケメン俳優です。そんな彼の女装が見れるドラマはワンダフルラブ。顔立ちがもともと整っているため、女性の姿になっても違和感がありませんでした。ただ、着用していたワンピースがノースリーブタイプだったため、鍛え上げられた上腕二頭筋にも目がいってしまいました。金髪の可愛らしい女装姿に、ファンは、可愛くて癒されましたとコメントしている人も。まとめ、いかがだったでしょうか。イケメンの女装姿、女性としては、どうしても気になってついつい見てしまいませんでしたか？ナチュラルな方から、バッチリ、メイクの方までいましたが、どの俳優さんもやはり綺麗でした。女性より女性らしい仕草をされているシーンなどもあり、驚きで笑ってしまうものもありましたね。